こんにちは、ごはんつぶです。このポッドキャストでは日本のことや私のことについての雑談を日本語でしていきます。友達感覚で参加してほしいなと思うので、コメント欄にどんどんコメントをお待ちしています。今日のテーマはコンビニに行くなです。皆さんね、コンビニと言ったらすごい便利なイメージがあると思うんですけど、コンビニは皆さんが思ってるよりは安くないです。よくね、旅行系の YouTuber さんの動画とかを見るときに、だいたいコンビニが登場して、コンビニ安くて便利で美味しいよみたいな感じのことをもうみんな言ってるんですけど、確かに便利ではありますよね。だってコンビニエンスストアなんで。ただ、安くはないよっていうことを声を大にして言いたいです。今は日本が円安なので、外国人にとったら何でも日本のものは安く感じるかもしれないんですけど、日本人にとってはやっぱりコンビニはちょっと高いです。例えばコンビニのおにぎりとか、おにぎりは昔はもっと安かったんですよ。120円とかの時代があったんですけど、今もう200円くらいになってますよね。ただ今円安なので、外国人の感覚からしたら、1個1ドルちょいくらいの値段かなっていう感じですかね。1ドルと30セントくらいの感覚でおにぎり1個買える感じですかね。でもおにぎりすごいご飯がふわふわでもう中すっかすかなんですよ。これで200円かっていう感じです。なのでコンビニのおにぎりとか他にも例えばお弁当とか、ブランドのお菓子、例えばカルビーのお菓子とか、どこでも買える食べ物はコンビニで買わない方がいいかもしれないです。コンビニで買わないんだったら、どこで買うんだよっていう感じなんですけど、それはね、もうスーパー行ってください。スーパーはすごい安いです。コンビニと全く同じものでも値段がかなり安いです。スーパーだったらおにぎりとかもっと100円とかで買えるんじゃないかなと思います。特に賞味期限が近いものは安く値引きされて売られていたりするので、スーパーだと安く買えるイメージがあります。ただね、コンビニでしか買えないものもあるんですよ。例えば、コンビニスイーツとか、コンビニで開発された甘いお菓子、コンビニスイーツとかは、コンビニにしかないですよね。それとか、ファミチキとか、そのホットスナックみたいなのは、コンビニでしか買えないですよね。そういうのはコンビニに行くしかないかな。あとは、真夜中に食べたくなったとか、真夜中にお腹減って、今スーパー空いてないなっていう時は、コンビニしかないですよね。コンビニはだいたい24時間営業しているところが多いので、やっぱりそういう時はコンビニに行くしかないですよね。なので、コンビニは思ってるよりも安くないよっていう話です。コンビニに通ってお金使うよりも、スーパーでお金使って節約してもっと他のもの、日本の他のものを買った方がいいんじゃないって私は思います。それでは2つ目。コンビニに行かない方がいいんじゃないかと思う理由の2つ目。それは、コンビニでは日本語の会話の練習はできないと思います。
って、コンビニで買い物する動画とかいっぱいありますよね。YouTube とかにもいっぱい上がってますよね。実際に日本に行ったら、やっぱり思うのが、コンビニの店員さんは外国人の人が多いです。もちろんね、その外国人の店員さんはもうパーフェクトな日本語を話しています。文法も完璧だし、発音もまあまあ完璧だし、この日本語を勉強している人たちにとっては、この憧れの先輩みたいな日本語をマスターしている先輩たちが働いている感じだと思います。今私アメリカに住んでいて、1年に1回、1、2ヶ月日本に帰るんですけど、その時にやっぱりコンビニはいっぱい使います。で、その時もやっぱりコンビニには外国人の店員さんがいて、で、一つすごい感動したことがあるんですけど、私がコンビニを使おうとして、で、携帯にクーポンがあるんですね。で、クーポンをこのお弁当のクーポン、パンのクーポン、どこだって言って探してたら、その外国人の店員さんが、ここに紙のクーポンもあるのでご利用くださいって言ってくれたんですね。で、見たら、チラシのクーポンかな？ちょっとわかんないんですけど、紙の、多分チラシか何かについてたクーポンをもう全部ハサミで切って、もう一個ずつ丁寧におにぎり、お弁当みたいな感じで分類してちっちゃい箱に入れてくれてたんですよ。で、それを勝手に一つ取って、で、はいって店員さんに渡したら、店員さんがスキャンしてくれて、で、値引きしてくれるみたいなのをしてたんですね。そのクーポンの説明文みたいなのを多分店員さんが書いてくれたんですけど、すごいギャルの丸文字みたいな可愛いひらがなを使って、めちゃくちゃ丁寧な日本語で書いてたんですよ。もう文法の間違いなし、完璧みたいな。すごい丁寧な日本語を使って書いてました。その店員さんは日本語で対応してくれてるんですけど、それは私が日本人だから日本語で対応してくれてるんですね。で、私の夫はアメリカ人で、夫もよく日本に遊びに行きます。で、夫は日本語を今勉強中なんですね。だから皆さんと同じように、よし、コンビニで日本語を使うぞみたいな感じで、これをくださいとか、現金でお願いしますとか、頑張って練習していくんですね。でも、外国人の店員さんで多分英語できるんだろうなっていう店員さんと日本語練習中の夫が片言の日本語で会話するのがすごい気まずいらしいんですね。でも店員さんは私の旦那が日本語を一生懸命喋るから、あ、この人日本語練習中だなって察してくれて、あえて日本語で対応してくれるんですね。でもある時私の夫が頭が痛くて、薬を買いたくてコンビニに行ったんですね。で、その時に、頭、薬、頭、みたいな感じのことをずっと言ってたら、その店員さんが、日本語勉強したいんだろうけど、ちょっともう辛そうだから、ここは英語でっていう感じで店員さんがもうペラペラの英語で、じゃあ薬でしょ？どういう系の薬が欲しいですか？みたいなのを英語で対応してくれたって。そのコンビニは旦那がよく通ってたコンビニだったので、もう英語で対応されちゃったから、今後日本語で喋るの気まずいなっていう感じで言っていました。私もアメリカに住んでて、明らかに日本人なのに、英語で対応するっていうのちょっと気まずさを感じるんですよ。
もしかして日本語を勉強している方の中でも、日本で自分と同じ国の出身の人と日本語で喋るってちょっとなんか気まずいなと思う人もいるかもしれないので、そういう理由でコンビニはおすすめしないかなっていう感じです。会話のために行くんだったらね。ただ都会はほとんど外国人の店員さんかなと思うんですけど、田舎だったら日本人の店員さんが多いです。なので、もしコンビニで日本人と会話してみたいよと思うのであれば、田舎のコンビニに行くのがおすすめかなと思います。あと、田舎ってすごい真っ暗なんですね。明かりがほとんどないところもあります。で、そこにドーンってコンビニがあったらすごい明るいんですね。で、すごいありがたいんですけど、明るくて。でも、その明るすぎて、ガとか変な虫がめっちゃコンビニに集まってきます。怖いですね。虫が苦手な人は田舎のコンビニ気をつけてください。もうボワーってガが飛んできたりするんで、うわーってなります。すごいコンビニの悪口みたいなことをずっと言ってるんですけど、で最後にもうこういう時にコンビニを使うのが便利だよっていう話をしますね。コンビニはその名の通りコンビニエンスストアなんで、便利です。例えば旅行に行って旅行先で何か忘れたとかね。例えば、歯ブラシ忘れたとか、パンツ忘れたとか、そういう時にコンビニはすごく便利です。何でも揃ってるので。パンツもあるし、T シャツもあるし。あとは、真夜中に何か必要な時。例えば、真夜中に熱が出てしまって薬が必要。でも、スーパーはもう閉まってる時間だとか、そういう時、すごくコンビニはありがたいです。あと、真夜中にアイスクリーム食べたくなった時とか、そういう時はコンビニがすごく便利ですよね。あとは、コンビニでしか買えないものを食べる時。例えば、コンビニスイーツとか。コンビニスイーツは、もうコンビニがすごい努力をして開発している商品なので、すごい美味しいです。なので、コンビニに行ったら、スーパーでは買えないもの、コンビニのブランドの商品を買うことをお勧めします。それだったら、ちょっと高くても、スーパーじゃ買えないし、他のところでは買えないので、そういう商品の方がいいかなと思います。最後は、トイレを借りるとき、コンビニは本当に便利です。都会だったら、例えばデパートのトイレとか、なんかお店のトイレをちょっと借りるとかもできるかもしれないんですけど、田舎だったら本当にトイレの場所がなかったりするんですよ。例えばドライブで田舎道を走ってて、トイレに行きたいっていう風になった時、コンビニにだいたい借りに行きます。コンビニでトイレを借りるときは、店員さんとかにお手洗いを借りていいですかっていう風に聞く方がいいと思います。コンビニのトイレにご自由にお使いくださいっていう風に書いてたら、聞かずに使っても問題ないです。これコンビニのトイレの豆知識なんですけど、コンビニのトイレの利用できる状況は、その地域の治安を反映しているっていう風な話があるんですけど、例えば、ご自由にお使いくださいっていう風に書いてあるトイレがあるコンビニは、治安がいい地域にあることが多いです。自由に使わしても問題ない人たちが来るコンビニなんで、治安がいい場所。でも、店員に声をかけてくださいっていうのは、ちょっと、っていう
治安の場所かなっていう感じです。従業員専用とか使用禁止とか書かれているトイレがあるところは、昔何かトラブルがあったのか、その場所があんまりよろしくない場所なのかっていうこともありますよね。たまにお客様専用のトイレですっていうふうに書かれている場合もあります。お客様専用っていうことは、ちゃんと商品買ってねっていうことを意味しています。トイレを使うんだったら商品を買ってよっていうこの本音を隠して言ってる感じなので、トイレを使うんだったらね、なるべく商品を買う方がいいと思います。私はご自由にお使いくださいっていうふうに書いてても、なるべく一つくらいは買うようにしています。じゃないと、例えば観光地とかで観光客の方がどんどんトイレ使うだけ使って何も商品買いませんとかだったら、トイレットペーパーだけがね、そのトイレからなくなっていくわけなんで、そのコンビニにとっては何も得がないわけなので、トイレ使うんだったらやっぱり何か買った方がいいですね。はい、ということで今日はコンビニに行くなということをテーマにして話しました。初めてのポッドキャストだったんでちょっと緊張したんですけど、どうでしたか？一番最初にも言ったように、このポッドキャストは参加型にしたいので、コメントに頑張って日本語で文字を打ってください。日本語で書いたり、母国語でもいいので参加してくれたら嬉しいです。感想でもいいし、私が質問したことについて答えるとかでも全然いいので。じゃあ質問した方がいいのかな？じゃあ質問した方がいいですよね。皆さんはコンビニに行くときどういうものを買いますか？または何を買ってみたいか？今なんかコーヒーとかも、なんかスムージーとかも売ってたりするので、そういうのを買いにコンビニに行くのは面白そうですよね。あと、コンビニで働いてる人とかいたら、明らかに英語で喋ってる人とか、自分の国の言語で喋ってる人とかにどう対応するのかっていうのを聞いてみたいです。もしコンビニで働いたことあるよっていう人はコメントしていただけたら嬉しいです。あと一つ言ったら、コメントするときに自分のニックネームを考えてつけてくれたら嬉しいです。自分の名前とかではなく、例えば、ご飯大好きマンとか、パフパフですとか、何でも覚えやすいユニークなニックネームを考えてつけてくれたら、私が覚えやすいので助かるなと思います。ということで今日のポッドキャストいかがでしたか？また聞いていただけたら嬉しいです。バイバイ。